競馬界のレジェンド、藤沢和雄さん。さまざまな名声を残し、競走馬の世界を引退した彼は今、同じブラッドスポーツである鳩レースを趣味として楽しんでいる。その姿に憧れ、競馬界へ飛び込もうとしている一人の若き愛厩家がいた。二人の愛厩家が織りなすレース馬との縁が今、その出会いを紡ぐ。鳩レース。それは鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが競争というドラマを繰り広げる熱き戦いである。子供の頃からレース馬との世界で活躍してきた愛厩家、韮塚昭夫さん。鳩レース界のサラブレッドと呼ばれる彼は、専修大学の馬術部に所属し、大学馬術の世界で多くの大会に出場。好成績を上げてきた。現在、大学4年生である韮塚さんは、ただいま、就職活動の真っ最中。彼が目指す進路は競走馬の調教師である。競馬界のレジェンド、藤沢和雄さんが自身と同じ鳩レースを趣味にしていることを知り、その道を志したという。一方、韮塚さんの人生の道しるべとなった藤沢さんは、70歳の定年を迎えた2022年、周囲に惜しまれつつ調教師を引退。現在、JRA 日本中央競馬会のアドバイザー職に就任しており、趣味として競馬と同じくブラッドスポーツである鳩レースを一人の愛厩家として楽しんでいる。毎年、秋と春に繰り広げられる鳩レースがシーズンオフとなる8月3日、一般社団法人日本鳩レース協会の YouTube 企画により、この二人の愛厩家が出会う機会が設けられた。競馬界の名伯楽と鳩レース界のサラブレッドが、この日、開講を果たす。そうですね、やっぱりその今日も多分忙しい中で時間割いていただいたと思うんですよ。ずっと忙しい中でもその鳩を続けて来られた理由とか、やっぱ自分も鳩が大好きなので、いろいろと藤沢さんの作出論であったりとか、鳩に対する思いとかをすごく聞いてみたいと思ってます。かなり緊張してますか？そうですね昨日も全然寝れなくてはい、そうすごく楽しみにしてます。はい、はじめまして、よろしくお願いします。ここは私定年になってから時間があったんで、この2つは、この3つは私が自分で作った。すごいです。この大きさを。この僕の将来の夢である調教師というのを、そこを目指すにあたっていろいろな先生方の本を読ませてもらって、でその中で一番競走馬の育て方の理想に近い、すごく自分が感銘を受けた調教師の先生だったんですよ。だからもう僕からしたらもうレジェンド、それに尽きる印象です。最初この話いただいた時には
競走馬の調教師になりたいということで、私もそれで将来少しでも足しになったらということでインタビューを受けたんですけど、なかなかやはり爽やかで、はい、好印象です。はい。調教師時代本当に非常に多忙だったと思いますが、その中でも鳩を飼い続けた。鳩も競走馬もこう毎日こう見てるときちっとこう管理したり観察してるつもりなんだけど、結構見落としたりすることが多いんで、やはり生き物をこう観察するっていうのは毎日毎日同じようですけど、大変違いをこう馬でも鳩でも表してくれることは表してくれない子もいるんで、すごく観察するということに関しては大事なことだと思ってます。はい、なんか自分はすごい今専修大学の馬術部に入って馬をこう毎日厩舎の上に寮があって、でもう毎日その自分の馬が担当馬を2頭いただいてるんですけど、2頭を担当馬として飼いながら、最重級生として馬17頭を日頃見てきてるんですけど、やっぱこういう鳩を見るにあたって自分はどうしてもいや育ちが鳩レースであったからこそ、こうなんか鳩レースに置き換えて考えることがとても多くて、鳩を基準にこう馬に対して考えることが多いんですけど、鳩レースの際にこう逆に藤沢先生は競馬の知識や競馬の知識などや経験をこう鳩に置き換えてじゃないですけど、そういうので物事を考えたりすることはありますか？もうそれはもうすごく密接に関係あると思うんで、競走馬も調教場へ行く時はあまり行きたがらない、なぜ行きたがらない？帰りは喜んで帰ってくるじゃないかと。レース馬とも戸を開けて外へ飛び出してすごい元気よく飛び出していく時もあれば、行きたがらない時もあるじゃないかと。これ競走馬と同じで、外へ行って楽しくないことがあると行きたくない、はい、やはり毎日調教するんだから、やはり外へ張り切って出るような調教をしようということは、やはり過度なオーバーワークな調教をしちゃうと、競走馬は次の日は馬房から出たがらない。鳩も鷹に追われたり旗を振られて必要以上に追われたら体力がつくんじゃなくて、外へ行くことは何も楽しくないと思っちゃうと。これじゃあ外へ行って調教しても意味がないんじゃないかということで、人間も帰ってくる時は早く帰ってくる、行く時は行きたがらなかった子供時代のことを思い出して、学校行く時にね、はい、それを思い出して競走馬もそういうふうにしなきゃいかんなと思ってやってました。やっぱ鳩の楽しみの一つとして、やっぱ鳩を飼うっていう購入するっていうのも一つの楽しみだと思うんですけど、新しく種鳩やなどを導入する際はどんなことを意識されてたりとか、どのような鳩を入れたいなとか思ってたりしますか？やはり症歴っていうか血統書を見たら、やはりこの鳩欲しいなってみんな思っちゃうと思うんだけど、世界でいろんなレースがあって、そのレースを勝ったこのレースを勝った鳥が欲しいなとか、馬も同じで、やはりそういうレースを勝った馬が欲しいなって、この血統はスピードがあるんだなとか、やはり競走馬の場合ほとんどスピードが大事なんで、スタミナは二の次で、やはりスピードがなきゃ勝てないんでね、鳩なんかも共通してるのかなと思ったりすることもあります。馬を購入する際もやっぱ似たようなことを考えて。そうですね、外国のビッグレースがあるんだけど、案外とステイヤーだったりすることがあるんで、競走馬の場合は、やはりそれよりはもう少し距離の短いスピードレースの方がいいかなと思って見ることありますよ。はい。鳩レースに魅了され、競走馬の調教師を目指す青年と競馬界のレジェンドとなり、鳩レースを楽しむ調教師の名伯楽、2人の愛弓家の鳩談義、
馬談義は尽きない。レース馬と競走馬、そして鳩レースと競馬、2つのブラッドスポーツがさらなるデュエットを奏でる。次回レーシングピジョンストーリー若駒と請求開口編の2をお楽しみに。